こんにちは、うにです。今日はミニ原画の制作とラッピング作業の様子をお届けします。今回もゆるっとしたアート Vlog になりますので、作業や家事のお供にぜひご活用ください。それではやっていきましょう。ラフを見ながら下書きをしていきます。直書きをするのは久しぶりなのでかなり緊張しました。普段はデジタルで描いた線画を転写して紙に書き起こすのですが、自分の中でどうしても機械的な作業のように思えて、それがすごく気がかりでした。絵を描いているのに絵を描いていないような感覚になるのが嫌で、それを少しでも改善できるように、今回は直書きで完成まで仕上げていこうと思っています。久しぶりの直書きで思い通りの線を引くのに苦戦してます。修正したいところはなるべく紙を傷めないように練りゴムで消していきます。この時ちょうど愛用していた水色の写真のストックが切れてしまって、さらに直書きのハードルが上がってしまっています。構図が右に寄ってしまい全消しすることにしました。ちょっとの構図の手直しも大工事になるのがアナログの欠点でもあります。今まで描いていた時間は何だったのかと落ち込みたくなりますが、これも練習だと思ってめげずに描いていきたいと思います。結局この子は全然うまく描けなくて後日描き直すことにしました。特にアナログで絵を描くときは事前に手を慣らした方がいいですね。でも描くたびに次はこうしようという改善点がたくさん浮かんでくるのはいいことなんじゃないかなと思います。正面顔はデジタルだと左右対称定規で時短して描いているので、アナログだとやっぱり難しいです。左右反転ができないので上下逆さまにして違和感を探す作戦です。人間の顔は左右対称じゃないと言いますし、正面から見て違和感がなければいいかという緩い感覚で描き進めていくことにします。鉛筆だけだと描きにくくて結局色鉛筆を導入しました。肌なじみのいいオレンジ系の色を選んで描いてみます。やっぱり軽く当たりがあった方が描きやすく、心のハードルも和らいだ気がしました。左向きの顔を描くのってなんでこんなに難しいんですかね。デジタルでなんとなく左向きの顔のバランスを感覚的に掴んできたので、デジタルをやる前よりは上手くなったような気がしますが、まだまだ苦手意識があるなぁと感じています。下書きまで終わりました。色はアクリルガッシュで塗っていこうと思います。色が濁らないように練りゴムで線を薄くしておきます。最初は肌や髪などベースの色を一気に塗るところから始めます。私はざっくりと全体感をつかんでから描き込む方が進めやすいので、シリーズものの絵などたくさん絵を描くときはこのやり方です。最近は平筆にハマっています。広い面が塗りやすいというメリットもありますが、細かいところが塗りにくいという一見デメリットに見えるところが気に入っています。気づくと細かいところにこだわりすぎて視野が狭くなってしまったり、きちっと描きすぎて絵が硬くなってしまうので、あえて平筆を使って不自由な感じを絵に残すようにしようと思いました。細かく丁寧に描けるというのが自分の良さでもあるかもしれないのですが、今の自分が目指したいものとは少し違う感覚があるので、違うことをいろいろ試してみてしっくりくる描き方を見つけていけたらいいなと思っています。転写のことは機械的と感じていたのですが、ベタ塗りは機械的だなと感じることがなく、楽しんで描くことができています。ベタ塗りだとところどころ色の変化があるから、それが楽しいのかもしれないですね。平筆で描くと毛先がまん丸になるのが好きです。
平筆って四角くて硬いイメージがあるけど、意外と柔らかい表現に向いているのかもと思いました。普段だったら極細の面相筆を使ってしまうけど、今回は平筆のみで描いていきます。ちなみに今回はホルベインのパラリセーブル 350H05 という筆を使っています。ナイロン毛と天然毛がブレンドされた毛なので、硬すぎず柔らかすぎずとっても使いやすいです。お値段も1000円しないくらいなので、お財布に優しいのも嬉しいポイントです。ざっくり全体感をつかめてきたので、一つずつ書き込んでいきたいと思います。今回はあまりぼかしを使わずにベタ塗りベースで塗ってみたいと思います。ほっぺと鼻に少し赤みを加えます。輪郭をなぞるときにも細い筆は使わずに平筆で描いていきます。デジタルラフで描いたようなザラッとした質感を出したかったので、色鉛筆で加筆していきます。絵の具を厚めに塗ってあるところだと若干色鉛筆がテカりやすいです。なので必要以上に使用せず、ポイントで描いていく感じにしようと思います。今回の絵は並べた時にパッチワークみたいになる感じを目指してラフを描きました。全体がまとまるようにテーマカラーを緑、黄緑、水色に設定しています。そこにアクセントカラーでブラウンやブルーなどを足していきます。テーマカラーが多い時はアクセントカラーを同系色にすると散らかりにくいかなと思います。デニムっぽいザラッとした生地を表現するために水気を切った筆で描いてみることにしました。水気がなさすぎると描きにくいけど、ありすぎるとザラッとした感じにならず、水分調節が難しいと感じますが、うまくデニムっぽい感じを表現できた気がします。表面にも軽く色をのせてあげると、さらにデニムらしさが出ます。ロリータを描いているときはデニム生地をめったに描かないので、新しい発見があってすごく楽しかったです。今回かなりデフォルメっぽい絵柄に寄せてみたのですが、どうでしょうか。前回の動画を見てくださった方ならなんとなく分かってくださるかなと思うのですが、デフォルメされたイラストがすごく好きなんですよね。でもミニキャラを主軸にしたいみたいな感じではなくて、頭身はそのままにデフォルメさせるイメージです。今まではずっと足し算な考え方だったので、引き算な書き方も取り入れたら楽しいかなと思うようになりました。まだ自分の中でこれだという感覚はないのですが、書いていて楽しいと思えることを大事にしながらいろんな書き方を試していこうと思います。絵を描いている時の環境はこんな感じです。近々デスクツアーの動画も出したいなと思っているので、楽しみにしていただけたら嬉しいです。そんなこんなで完成しました。パッチワークみたいにしたいというのが今回の目標だったので、早速並べていきたいと思います。描き始めはラフの方が可愛いなと思っていたのですが、今回は完成に近づくにつれて原画の方が可愛く描けたなと感じました。苦戦した子もいたけど、なんとか完成まで持ってこれてよかったです。個人的なお気に入りは右下のデニムジャケットの子です。皆さんのお気に入りの子もよかったらコメントで教えてください。描いた絵を梱包していきます。ボール紙を12センチくらいの大きさにカットします。画用紙も同じ大きさにカット。この2つを貼り合わせて原画の台紙にしようかなと考え中です。物は試しということで1つ作ってみます。写真用のコーナーシールを差し込んで台紙に貼り付けます。
手作り感満載だけど、これもまたいい気がします。サイズ感をチェックします。事前に作っておいた帯紙を封筒に巻きます。こういうの一度やってみたかったんですよね。その上にリボンを貼り付けます。絵に合うリボンを探していたらこんなに可愛いリボンに出会いました。いつもお世話になっている万能接着剤。バランスを見ながら貼り付けます。結構いい感じに仕上がったんじゃないかなと思います。原画を台紙に入れるところまで終わりました。意外とボリューミー。帯紙のデザインはこんな感じにしてみました。イラストを中央に配置してどの絵が入っているかわかりやすくしました。印刷した折り線に沿って折り目をつけていきます。最近ブレワイの実況を見るのにハマっていて、こういう作業の時間に少しずつ見ていくのが最近の楽しみです。少し前にブログでパッケージについての記事を書きました。どうしてパッケージにこだわるのかとかいろいろ書いたけど、結局やっていて楽しいからやってるんですよね。どうやったら魅力的に見えるかなと考えながらものを作るのは楽しいし、思いついたアイディアを形にしていく過程もとても楽しいなと思います。以前よりウィンドウショッピングも楽しめるようになった気がします。お店に置いてあるものってパッケージデザインの参考になるものがたくさんあるので、すごく勉強になるんですよね。最近はビーズやデコパーツを使って可愛いパッケージが作れないかなと考え中です。まあでも絵を描かないことには始まらないので、絵も頑張って描いていこうと思います。最後に巻き紙をシールで留めて完成です。このミニ原画たちは3月28日土曜日の20時よりブースにて販売予定です。概要欄にリンクを貼っておきますので、気になった方はぜひ覗いてみてください。
この絵柄でグッズも作ろうかなと思っているので、でき次第またお知らせします。まだ全然データも何も作れておらず、販売は来月以降になりそうなので、気長にお待ちいただけたら幸いです。梱包まで無事に終わりました。やりたかったことができて個人的には大満足です。またこういったミニ原画の可愛いラッピング方法もいろいろ見つけていきたいと思います。本日の動画はここまでです。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントなどしていただけたら幸いです。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。